九州の地で説明となる年の最後の本場所にふさわしい大相撲をご覧いただけるものと存じます。何卒千秋楽まで温かいご声援を賜りますようお願いを申し上げご挨拶いたします。令和7年11月9日、公益財団法人日本相撲業会理事長八角信義。協会ご挨拶は終わりました。いよいよ1年納めの九州11月場所が幕を開けました。幕内の取り組みです。東方から日翔志、先場所新入幕だったんですが、今場所は十両からの出直しということになりました。今日は明生休場ということで幕内で相撲を取ります。対するは朝紅龍です。1年納めの九州初日幕内最初の一番です。過去の対戦1対1。張っていきました朝紅龍、突き放して日翔志ちょっと引いた、そこを出ました朝紅龍、押し出し朝紅龍の勝ち。右から張りましたね、高橋さん。朝紅龍張りましたね。あれでちょっとね、立ち合いの当たりがね、立ち合い当たり目したような感じですけども、よく残りましたよね、土俵際ね。そこからの逆転のね、予想しなくてよかったですけど、右手出したって感じかな。それで一気にいけばよかったんですけど、ちょっと躊躇して日翔志が相手見ちゃいましたよね。はい、相撲が持ち味ね、一気に出ていくってね、勝負どころでね。はい、でもこれ玉鷲、佐田の海なのかな。今年齢でいうとそうですね。そうですよね。はい、2番手の失礼ですけど、おじさんになっちゃうんでしょ。年長力士ということになります。そうですね。はい。どうなんだろう、社会的にはまだまだ若い年齢ですよね。そうですね。30代はね。しかもこの佐田の海は中学校卒業してこのプロに入ってきていますからね。叩き上げてるんですよ。はい。俺高校中退なんだけど、なんて言うんだろう。軍配帰りました。頭と頭ぶつかり合っていく、下から押し上げていこうと千代翔馬、そこはたきました。千代翔馬の勝ち。最後ちょっと右覗いていましたので肩透かしのような格好になったでしょうか。足がついていかなかったですね。じゃあちょっとね、タッチペンに行きましょうかね。はい、失礼しました。あんまり肩透かしと変わらないですけどね。いいポイントが両者ありましたよね。そうですね。ただ足が揃って動いてなかったのが佐田の海が抜けちゃったって。ね、可愛いね。可愛いですね。まだ昔あんなこと言ってたら可愛がりでしたけどね。なるほど。ね、もう今はないですからね。はい。ということで、こういった力士の場所前に撮影したインタビューなんですが、アベマビデオで無料でご覧いただけます。ぜひ皆様チェックしてみてください。まだ24歳叩き上げということで、先ほどの佐田の海と同じですね。はい。中学校卒業してプロの世界に入ってきた力士です。さあ、新入幕初日白星なるか。欧勝海対するは湘南の海が幕内の先輩の意地を見せられるか。お互いに左四つ得意です。固めて立っていったのが湘南の海。上手早かった欧勝海、寄り切り。欧勝海の勝ち。欧勝海いいですか。やりましょうか。アクションね。ではアクション解説お願いいたします。ちょっと右手がですから緊張していたとは思うんですが、しっかり落ち着いて落ち着けながらこう上手を取っていく。すいませんね、こう右になっちゃったから今日高橋さんね使えなかったんですよね。いいです左の時はね、スマホカメラこれねいいですよ。左差してもう左の下手を取って出た方がいいんですが、そこまでもなく相手にね圧力をかけている。大きいね、湘南の海の体が。再入幕幕内に戻ってきたことによって
青森県出身の力士、実は明治16年の5月以来142年間青森出身の力士、幕内力士がずっと在位していたんですね。それが途切れずに済んだというプレッシャーですよ。初代若乃花ね、初代貴乃花、はい、青森県出身ですからね。そうですよね。ですから途切れずにこの錦富士が、救ったということになります。さあ時間になりました。左がスパッと入りました時疾風、寄り切りました時疾風の勝ち。お互い左四つ得意の力士同士だったんですが、先に左中に入ったのが時疾風でした。ちょっと錦富士緊張してないね。そうですか、ね緊張してましたね。先ほどの欧勝海は押っつけて上手を取りに行きましたよね。はい、でこれ次スローで見れば分かるんですけど、左ね、時疾風左ですよね。これ見てください。ほら取りに行ってるでしょ、はい、その前押っつけてないでしょ。押っつけをとしてないで上手取りに行ってるから状態が上がるんですよ。そこは時手足を取りたいですよね。そうですね、はい、あとは刺すとかね、はい、御嶽海は体を丸くして相手を押し込んでいきたいですよね。そこを防げるから勝ち星がね、今この時点じゃなく若い時のでしょね、当たった回数でね、そうね、その背の高さとね、はい、これがね富士の川とかだったら違うんですよね。小兵力士、この大きい竜電の体だからなんですよね。189センチの竜電、181センチの御嶽海です。時間です。突き放したい御嶽海、回しが欲しい竜電です。下から押っつけながら竜電、今度はあてがって前に出ていく、最後ははず押し、押し出しました竜電の勝ち。竜電勝ちました。もう気持ちで負けてるから御嶽海ね、嫌だなっていう思いはあるんですかね。もう嫌だなね、途中である程度だったら御嶽海ね、逆合いを嫌だよこいつって、この力士嫌だなって思ってるのが分かってて、竜電はそこをうまくついてきてますよね。落ち着いてね。そうですね、土俵際も慌てることなく、はい、諸はずになって最後、そして現在土俵上は幕内の前半戦です。今ご覧いただいているのが西方の友風です。先場所幕内では令和元年7月以来約6年ぶりに勝ち越し、自己ワーストの記録でした。お互い押し相撲、友風は押して引いてはたいていなしてという相撲、豪ノ山は一気に持っていきたいというヒューマンブルドーザー、ロンドン公演ではそんなニックネームもあった豪ノ山です。一気に持っていくか豪ノ山、いなすか友風、低い立ち合い突っ張っていく豪ノ山、押し合いになった、ちょっと膝から崩れました友風です。友風は膝の大怪我、4度の手術を乗り越えてこの幕内に帰ってきたんですが、最後はちょっと足を滑らせるような格好になりました。タッチペンいきましょうかね。はい、タッチペン解説お願いいたします。落ち着いている、だから今場所はねいい相撲を取れるんじゃないかなって思いますよね。そうですか、いいんじゃないですか。今までもねガンガン行くっていうのも大切ですけど、そんなコメントがありました。ローガです。稽古場でねこう直していけばいいんですけどね、やっぱり一番本場所で直すべきですよね。一番取ってね、それがいい薬で自信につながっていきますのでね。なるほど。でちょっとね彼の場合下半身が硬いのでね、その使い方でしょうね。はい。ローガは右四つ、相手を捕まえればローガの相撲、対する藤ノ川は押し相撲、その流れの中で相手の中に入ってという相撲が得意です。藤ノ川の相撲は土俵際まで分かりません。さあどんな一番になるでしょうか。過去の対戦1対1、思い切りぶつかっていった、右が入りました。藤ノ川前に出ていく、もろ差しだ、寄り倒し、藤ノ川の勝ち。一気に前に出ていきました藤ノ川です。もう最高100点、初日から100点が出ました。いいですよ、やっぱりもう顔にあざつくってね、これも稽古してる証拠。何がってね、1テンポ遅いのよローガは。藤ノ川のがもう1テンポ早いのよ。相手小兵なんだから早く来るの分かるじゃないですか。なるほど。でなんで当たりしていくのかってことですよね。もう藤ノ川分かってるよね。腰の位置も違う、ね、右何場所か経験してね、また気持ちの整理がついてくると思うんだよね。大栄翔も現在31歳で11月10日、明日誕生日。誕生日多いですね。多いんですね。11月解説そうですね。はい。
さあ31歳最後の一番白星で飾ることができるか大栄翔初日です。対するは獅司。子供のファンの声援も聞こえてまいります。福岡国際センターちょっと大栄翔が突っかけてしまいました。両拳を土俵に下ろして呼吸を合わせて立たなければいけません。行司さんの声で始まるわけではありません。ですから駆け引きが生じます。先に拳を下ろした大栄翔、立ち合い成立、下から起こしていく大栄翔、横からいなして獅司、回し手がかからない。大栄翔押し返します。押し合いになった。また大栄翔引いた。獅司が張り手交えていく。右の喉輪大栄翔、下から突き起こす大栄翔、左が入った獅司、引いた大栄翔、残す獅子、送り出し、大栄翔の勝ち。攻守が目まぐるしく入れ替わりました。最後勝ったのは大栄翔。お気になさらず、はいリプレイでご覧いただきます。あ、本当ですね。大栄翔がお腹をこう押すようにしていますね。あれね、脇の下だとね伸びちゃうから獅子に引っ張り込まれちゃうんですよ。大栄翔の押し相撲の技術なんですよ。でこれで体勢崩れてね、喉はね、これは獅子がちょっとこうね崩れてるからなんですけどね、状態がね、ここよくねいなせましたよね。しましたよね。右の方が左だと自分の動き、これ見てください。これも勝負ですよね。これね、足が泳いでるのはすり足じゃないから、パタパタパタってね、すり足だったら高校の先輩後輩でしょ。高校の先輩後輩、そうですね。埼玉栄高校の先輩後輩で、翔猿は埼玉栄高校から日本大学を経て、日大を経てこの角界に、琴勝峰は高校を卒業して角界に入ったという力士です。高校の先輩後輩、先輩が翔猿33歳、後輩が琴勝峰26歳。1年ぶりの対戦ということになります。現在翔猿対琴勝峰戦4連勝中。琴勝峰は苦手な先輩を倒して初日白星なるでしょうか。思いっきりいった。しかし追っつけて低い体勢は翔猿、押し込んでいきます。突き放したい琴勝峰、引いた翔猿、はたき込み。軍配翔猿です。物言いはつきません。最後はたいた際にもしかしたら回しに手がかかっていたかもしれません。最後は体勢崩しながらうまくいなして土俵に這わせたという。下から攻めてますよね。これ琴勝峰も立ち合いは思いっきり踏み込んだなと思ったんですが、でもちょっと見てるんだよね。こう見ているからこう腰が引けちゃってるんですよね。なるほど。で、ああよしと思って見ているがために腰引けて、それで出ていくから、ああいうふうにバタって足がついていかない。これあんまり良くない時のね琴勝峰ね、半歩違うんですよね。優勝した時、金峰山としてはね突っ張っていけるかですよね。ちっちゃい小兵に対しては引かない方がいいですよね。金峰山、怖がるとこを見せずに腰から相手を攻めていくっていう金峰山の大砲のようなねもろ手突きが見れればいいですよね。立ち合い両腕で相手をついていくもろ手突きという立ち合い得意にしているのがこの金峰山です。先場所も実は初日に顔があって中に入って翠富士下手投げで勝っています。さあ今場所はどうか。今場所も初日に顔が合っています。突き放しもろ手突きだ金峰山。しかし下がらない右のお突きは翠富士。中に入りたい。左が入りました。上手は金峰山。左四つになった。さあ胸があってどうか。頭を低くつけるのが翠富士です。土俵中央大きな拍手。福岡国際センター巻き替えに行ったのは金峰山です。右巻き替えに行く金峰山。それをさせません翠富士。左絞っていきます翠富士です。頭つけたまま向こう側金峰山は上手を引いています。肩越しの上手です。金峰山右四つでも組んで相撲を取ることができますが、振り回す。巻き替えに行く。させません。前に出るのは翠富士。右の下手を掴んでいます。上手も前みついいところを引きました翠富士です。ひねりに行く。下手投げ捉える金峰山。先場所はこの下手投げで勝負を決めている翠富士。館内一つで大きな拍手です。福岡国際センター、体格差のある身長差21センチ、体重差60キロの両力士の一番です。長い一番になりました。金峰山左の前みつに変わっています。上手投げ振り回す。上手投げ金峰山の勝ち。体が大きく金峰山振り回しましたよね。ちょっとアクションでワンポイントどこが緑富士良くなかったか、お願いします。私が緑富士でやります。緑富士としては本当に抜群な体勢でこうね下でこう
食いつきましたよね、はい右。これね、ポイントとしてね、回しをここ、細かいんですけど、これ分かります、私の手、ここ取ってるでしょ、これって、これは投げれないんですよ、こっから。こっから投げるっていうのは、時間がかかって、もっと入らないと投げれないんですね、柔道みたいに。だから、こういうふうに回しを取ってるってことは、足こっち引いてください。これはひねるしかできないんですよ、こうやって。この回しの位置っていうのは。これが、回しがね、大丈夫ですか、遅れちゃうんですよね、半歩ぐらいか。だから最後、こう振り回して負けちゃったじゃないですか。遅くなっちゃうんですよね、あの回しの取り方だと。あと相手に圧力かかってるから、やっぱりどうしても小兵なんでね、振り回されちゃうと。緑富士したね、まあ仕事っていうのは大切ですけどもね、まあそれにかけたっていうのもかっこいいんじゃないですか。そうですね、ね対する阿炎です。え、阿炎もロンドンで楽しそうでしたね。阿炎ロードっていうねねえ、写真話題になってました。あれ阿炎だ。ねえ、はい、あ、そっか、初めてそこにかけてたの知った。ごめんなさい。そうですか。遅かった。あ、そうね。僕はロンドン巡業行った時、それは覚えてなかった、ね。時間になりましたね時間になっちゃった。ごめんなさい。ちょっと一山本が突っかけました。またロンドン巡業の話は後ほど伺いたいと思います。一山本、この表情も非常に豊かです。さあ改めて阿炎もろ手突き、下から一山本ですが、それをはたきました。阿炎の勝ち。阿炎勝って初日白星発進です。阿炎は先場所3勝12敗、苦しい星だったんですが、阿炎今場所初日白星ということになりました。阿炎の立ち合いが良かったですね。相手をよく見ていこうという感じで、足が揃ってしまったんで、頭大きいのに下げすぎてましたね、こうやってね。で、下げているだけだったらどうにかなるんですけどね。ご飯食べて、ティーしてましたか。何でしたっけ、あれあるじゃないですか。3時ぐらいにお茶飲んで、アフタヌーンティーされてたんですね。まだね、早かったからね、新入幕で。そう、だからそうなったわけですよね。そうですね。はい。お、時間になりましたね。左四つの美ノ海と右四つの大野勝です。まあお互い四つ相撲得意なんですが、喧嘩四つ得意の形が逆という両力士です。低い立ち合い、大野勝踏み込んでいきました。左が覗いた美ノ海です。左四つは美ノ海得意の形。食いついて頭を低くする、中に入りました。もろ差し寄り切りました。美ノ海の勝ち。左の使い方うまいですね。途中出し投げを打って崩しました。じゃあタッチペン、はい、タッチペン解説お願いいたします。あ、そうですか。場所前だからお祝いしていただけたんじゃないですか。ね、はい、稽古で結構お祝いの厳しい稽古あったそうですけどもね。はい、そうなんだ。はい。あんまり言えないわけですね。そうですね。軍配返りました。過去の対戦、熱海富士の4対1、熱海富士現在連勝中です。ちょっと正代苦手な相手がご当所で初日に来ました。どうなるか、お互い四つ相撲得意、右四つ得意です。得意な形は同じ。固めて立っていった熱海富士、左が覗いたんですが構わず出ていった熱海富士、熱海富士の勝ち。正代立ち遅れ、スローで見ていただければ分かります、はい、立ち遅れてます、立ち遅れて立ち合いが遅いです。はい、熱海富士より。はい、もう遅い、もう一歩出てるのね、熱海富士。自信持って言ってますよね。そうですね。正代はよくちょっと関取になるとですね、多分3桁スタートですよね。そうですか。重量になる。幕内重量、私の時は46万で、はい、相撲協会の事務所に取りに行ってました。はい、現金支給だったんです。はい、2ヶ月取りに行ったら、協会の事務の方にもう面倒くさいから振り込みにしてくれって、はい、師匠経由で言われたので。時間になってしまいました。失礼しました。お金の話ばかり失礼いたしました。相撲に集中しましょう。はい、さあ吉野富士。最初の一番、吉野富士としての最初の一番です。対する欧勝馬。吉野富士突っかけてしまいました。私たち話すってギリギリ相手というのが得意な形です。欧勝馬はレスリング出身の力士、モンゴル出身の力士です。頭と頭、下から押し上げていく吉野富士。いなそうと様子を見ながら欧勝馬です。欧勝馬も下がりません。右が覗いた吉野富士、寄り切りました。吉野富士の勝ち。
手いきましょうか。はい、お願いします。西の富士の何が良かったかですよね。はい、当たってね、当たりもいい。これが欧勝馬の相撲のスタイルじゃないですか。はい相手を見ながらね。そうですね腰重たいからできるんですよね。前傾姿勢でね。ここからレスリングスタイルになってね。これ回しとったら強いと思うけど、これね、腰重たいんだけど、この最後の寄り、ガブリ寄り、これが逆転をさせない。基本的に裏はね、相撲も基本もあるんでしょうが、裏の相撲スタイルですよね。はい、それは相撲とレスリングという2つのスタイルで、基本こういくんだよっていうのはあるんでしょうけども、裏の攻め方っていうのがあって回し取らなかったりね、はい、そういうところが2人とも違うね、そうですね、相撲でやっていってるっていうのがね、この一番が楽しみですね。さあ時間になりました。こちら初土俵から一度も休場ありません。鉄人40歳の玉鷲、対するは技の引き出しマジシャン宇良。初日注目の一番です。低い立ち合い、宇良突き放していきたい玉鷲、外れをしていきました。宇良の勝ち。宇良今日はまっすぐ押していきました。気持ちで勝ってるね、心理状態でね。宇良がどうしてこういう相撲をどうして取れるんだろうって、宇良がいつもそのマジシャンみたいな相撲を取るでしょ、はい、あれがなるほど、これ15日間今日から始まって、当然、明日今後当たるであろう力士は宇良の相撲を見てるわけですよね。それがこれいくっていうのが約3年半ぶりにその小結三役に帰ってきたという力士、最高位は関脇まで上がったことのある隆の勝です。過去の対戦は平戸海の4勝3敗、現在平戸海の連勝中です。低い立ち合い、突き放していく、左が入りました。平戸海押し返します。押し出し、平戸海の勝ち。回しでこだわらずいい立ち合いでしたね。いい立ち合いですよね。いつも左を取っていくんだけどね、今日は隆の勝も立ち合い当たり強いですからね、負けずにいこうっていうね、相撲ですよね。リプレイです。これね、隆の勝がね、いい立ち合いしたんですけどね、一回ついてから腰が上がっちゃいましたよね。ちょっと右手半身になっちゃったかな。やっぱりこうね、これ見てください。ほら、いなしたんだ。左のいなしですね。平戸海が力を逃したからあの体勢で攻められたんですね。さあ土俵はその若元春と王鵬です。若元春も関脇から陥落して平幕での相撲が続いています。先場所は9勝6敗勝ち越して、今場所は西の2枚目ですから、今場所大きく勝ち越せば三役に戻ることができると。そうですね。過去の対戦は若元春の13勝3敗、若元春この王鵬を得意にしています。現在若元春の4連勝中という2人の対戦、左四つの若元春、押し相撲の王鵬、思いっきり踏み込んでいった。若元春一瞬左に覗きました。右の上手引けません。はたき込み、王鵬の勝ち。王鵬勝ちました。左にこだわりすぎですかね。若元春肩すかしで王当たり鵬の勝ち。左へ、入ったんだけど、ここで王鵬は嫌いましたね。はい、足かかとに重心かかっちゃってるんだけど危なかったんですよね。うまくそこが低い体勢を保ってですよね。そうですね。対する霧島は左四つ得意。はい。そうね、低くても腰引くと良くないからね。こう気負うと、今僕言ってたのが気負ってるんで上半身が先行っちゃうからっていうのを気をつけた方がいいっていう。さあ3度目の対戦です。過去は青錦が2回とも勝っています。元大関の霧島、大関に上っていこうという青錦、九州場所初日顔が合います。手をついて花田さん、青錦ちょっと突っかけましたね。リズムに乗ってる感じはあるんですけどね。さあ改めてです。両力士があうんの呼吸で拳を合わせて立たなければいけません。
頭と頭、低い立ち合いだ。突っ張っていく、まずは押し合いです。突き放していくのが霧島です。左が入りました青錦、それを嫌った霧島。青錦前に出ていく、うまくいなして後ろについた、送り出し、青錦の勝ち。新関脇の青錦、初日白星発進です。いいですね、状態もね、アクションいきました。アクション解説お願いします。まあでも花田さん、初日白星ということで、まあ気持ちいいですけど、霧島の立ち合いもいいんですよ。はい当たっていってますよね。相手が前傾姿勢でね、起こしきれてないんでね、そういう点では負けずに当たっていったんですけどね。状態を絶対崩さないね、青錦ね。休場明けです。大関琴櫻。表情が変わりました。厳しい表情に変わった。思えば1年前の九州は14勝1敗で初優勝、賜杯を抱きました。若隆景もね、やっぱ前半戦エンジンかかんないからね。そうですね、スロースターターとよく言われるのがこの若隆景です。お互い右四つ得意。ただがっぷりになったら体格差があります。ただ過去の対戦は若隆景が白星1つリード。さあ休場明けの大関琴櫻、初日どんな相撲になるでしょうか。軍配返っています。組み立ち合い、右を差し込みました。右四つ、上手切れた、前に出ていく大関琴櫻、寄り切り、琴櫻の勝ち。いい相撲、ただいいけども、最初前半戦で打ったポイント、アクションいきましょうか。はい、アクション解説お願いします。これ左から取ってですが、違うんですね。取り方なんですよ。そこまでのサクセスです。なるほど。だから状態上がっちゃうんですよ。軽いから若隆景。そうですね、決して重い力士ではないですが、怖がらず言い方ではね、若いからね。伯桜鵬は22歳、対する豊昇龍は26歳。時間になりました。館内が大きな拍手に包まれます。形相に変わった横綱豊昇龍、第74代の横綱。対するは自己最高位、目標の三役目前まで上がってきました。先場所の殊勲賞伯桜鵬。4度目の対戦で豊昇龍から初白星になるか伯桜鵬、それともリベンジを期すこの九州で横綱豊昇龍、しっかりと初日白星を飾ることができるでしょうか。結び前の一番です。豊昇龍はどういう立ち合いを選択するか。張り差しを選択、しかし沈んでしまった。左が入った伯桜鵬、寄り切り、勝ったのは伯桜鵬の勝ち。伯桜鵬初日から金星、豊昇龍敗れました。張り差しで状態上がってるの、立ち合いあれだけもう速い瞬発力ある力士に対して張ってったら、それはもう状態上がったの上げてるのと同じなんで、もうこうなりますよね。伯桜鵬初日から大仕事やってのけました。左から張っていきました。もう状態上がってるでしょ。張ってなんか絶対ダメですよ。もう攻め間違いだもん、立ち合いの。そして土俵下で豊昇龍はこの表情、最後は得意の左も入って、上手にかかっていた豊昇龍が投げ打ちに行くんですが、一気に体を預けていきました。決まり手寄り倒し。大きい白鵬とかそういう力士が当たっていくでしょうね。当たっていくんだけど、大の里横綱が右を差していくんでね、どっちに動いていくかがポイントでしょうね。なるほど。右を差していくんだったら左上手で、どういうふうに残るか。大の里、高安がね、高安は左四つ得意、大の里は四つ身でいうと右四つ。ただ大の里の場合は押しても体のその圧力で一気に持っていくという相撲も多く見られますからね。それがポイントなんですよ。どっち左右どっちでどういうふうに残るかっていうのが
高安この、対戦相手は対戦相手、あ、なるほど、はい。この大きさでわーって来られたら、強いですから、横綱ね。192センチ、187キロの大野里、対するは188センチ、176キロの高安です。現在この大野里は対高安戦、その優勝決定戦を含めて4連勝中です。さあ、横綱として初の連覇をかける大野里、11月場所初日です。相手は高安。豊昇龍は目の前で敗れました。さあ、大野里はどうか。結びの一番、体当たりでいった、右がのぞいた大野里、土俵には落ち着いて寄り切りました。大野里の勝ち。強いね。もう右入っちゃったらもう無理ですよね。そうですね。右入ってどうして無理かって、高安の状態が上がっちゃってるからね。大野里落ち着いていました。高安体当たりでいきましたね。高安が何かやるって気持ちないからね、大野里も当たりやすいですよね。これ引いちゃったからね、もう引いちゃったらもうこの引きで大野里が引き落とされるっていうことは考えられないから、はい、読取式は羅漢樹であります。ね、上手取れるんでしょう。でもこれね、高安上から取ってるからね、もう状態上がって攻めてこられるんで。大野里は連覇に向けて初日白星発進ということになりました。今大野里は右差していって左から高安は攻めていったじゃないですか、はい、この左を攻めてこられたらどうやって残るか。片やこれが左側じゃなくて右側で横綱が攻めてきたらどう残るかっていう、という、はい、はい、花田さんの解説をいただきました弓取式羅漢寺です。超満員の福岡国際センター15日間のチケットはすでに完売、もう1枚も残っていないという状況で初日を迎えています。毎年九州はこの季節が冬に向かっていくに従って暑くなっていくという福岡国際センターなんですが、アベマのこの後の解説陣ご紹介しておきましょう。明日は松鳳山さん、そしてあさって3日目には天海鵬さんがやってきてくださいますよ。そして豊ノ島さん、また5日目天海鵬さん、そして大岩戸さんという前半の幕の、この前半戦のアベマの中継の幕の内放送席の解説陣